今日はスノがどの言語を認識できるか調べてみた結果を簡単に説明してみるよ。正月にやった50言語紹介動画の続編というかおまけ的内容の動画だよ。前回の動画ではスノに50の言語を歌わせるとどうなるかを聞いてみた。使用率上位の50言語は対応できたというのが前回の動画の結論だったね。じゃあどこまで対応できるのかというのを今回さらに深く調べてみたよ。最初に結論だけ言っておくと、スノが対応できる言語は100から200程度。随分と幅がある答えになったけど、なぜこう判断したかを解説していくね。言語に対応できるかを調べるのは前回も触れた通り非常に難しい。でも文字に対応できるかどうかはかなり簡単に調べることができるよ。スノは歌詞欄に認識できない文字が入力されていると適当に歌う性質がある。ラララみたいな歌詞のない歌になるよ。こういう歌になる文字は対応していない。だから何種類の文字に対応できるかは誰が調べても同じ結果になると思うよ。ちなみに私の調査ではユニコード種別で27種類の文字に対応できたことを確認した。参考にいくつかの珍しい文字のスノの歌声を紹介してみようか。使用者数の少ない文字の歌声がどんな感じになるのかを聞いてみたよ。だいたい使用者数が100万人以下の文字はスノでは対応できない結果になった。ちなみにルーン文字や象形文字など現代で使われていない文字も見たようだね。こんな風に特殊な文字を使う言語はスノが対応できるかどうか明確にできる。ただ使用者が少数の言語の多くは他の言語の文字を借りていることが多い。日本人に分かりやすい例として沖縄語がどうなるかを考えてみようか。 AI に沖縄語の歌詞を生成してもらった。これをスノに入れるとどうなるか。日本の文字だから当然歌えるよね。でも沖縄語らしく歌えるだろうか。実際にやってみると判断が難しい。まず日本の民族音楽らしくはなる。日本語だから当たり前ではあるね。でも沖縄要素はあまり感じられない。ただ微妙に歌い方が沖縄っぽくなったり三味線の選ばれる頻度が高い気はする。こんな風にかなり曖昧な結果になる。この挙動ってある意味スノらしいよね。例えばマイナーな音楽ジャンルをスノのスタイルとして入れると本物のジャンルとはかなり違うけど少しは特徴を捉えた曲になる。この曖昧な結果を効果がある。対応していると言えるかどうか、これは人によって答えが変わるだろうね。だから言語の対応数は明確に答えられない。ちなみに沖縄語の使用者数は100万人前後だと言われている。100万人以下の言語は歌ってくれてもかなり微妙な結果になることが多かった。文字の検証結果と合わせて考えると100万人がスノの対応できる限界っぽい。そしてこの100万人って順位にするとだいたい200位くらいの言語になるよ。つまりスノで対応できる言語の数は大きく見積もれば200くらいと言えるね。一方で曖昧な結果を認めない、しっかりとした効果の出る言語は、これは私の主観的な印象だけど上位100言語までは安定していたと思う。だから動画の最初に言った結論通りスノの対応言語は100から200程度かな。判定基準を甘くすれば200言語、厳しくすれば100言語対応ってことね。ということで今回の動画は終了とすると時間が余りすぎるね。前回の動画でも触れた通り言語名をスタイルとして使うこともできる。
前回紹介した以外の言語名の効果を計200言語くらい調べてみたんだけど、あまり面白い効果のスタイルはなかった。なんというかどれも似た感じだったね。まあ時間が余ったので参考として私が個人的に気に入ったものを紹介するよ。シンハラはスリランカの言語、インド南の島国の言語だね。スリランカの音楽は地理的に当然インドの影響を受けているけど、一方でポルトガル由来のギターやラテンの影響も受けている面白い地域。スノでもインドとラテンとアジアが混在する面白い効果になるね。パシュトーはアフガニスタンやパキスタンで使われる中東の言語、中東系のスタイルでよくある曲になる。あまり特徴のないスタイルだけど、なぜか強いハネリズム効果がある。リズムの面白さで紹介することにしたよ。モンゴリアンはモンゴルの言語、日本と同じ東アジアの国家だね。モンゴル語はモンゴル固有の文字かロシアのキリル文字で表記されるけど、スノだとモンゴル文字は未対応で、キリル文字だとロシア風になっちゃうね。ただモンゴリアンスタイルはちゃんと東アジア風になる効果があるよ。スローテンポのアジア風バラードという感じの曲になることが多いかな。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。島風に歌が響いてゆく、灯台の夕焼けを見て君の笑顔を思い出す。風が運ぶまだ見ぬ明日。島風に歌が響いてく、朝の浜辺で君を待ってた。濡れた足跡砂に残る貝殻一つ耳に当てると。3種類のアジアの言語スタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。全部アジアのスタイルになっちゃった。まあ私は日本人だから仕方ないね。今回調べた言語スタイルの中ではアフリカが一番多彩な効果があったよ。ただ日本での需要を考えるとやはりアジア系の需要が高いと思う。他の地域はその地域をテーマにした動画の時に改めて紹介することにするよ。それじゃまたね。